読書は推し活。あだ名は公爵、ジャズ楽曲の父。彼は50年以上にわたってジャズオーケストラを率い、1700曲ほどの楽曲を作曲したジャズ史上最も重要な人物の一人です。エリントンの代表曲を2つ紹介します。2つ目は Take the A Train、日本語では A 列車で行こうという曲名で知られています。2004年の映画スイングガールズ、さらに JR 九州には A 列車で行こうという名前の観光特急が走っていて、車内 BGM にこの曲が流れています。本当に最後の最後まで音楽と共に生きた人でした。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回はジャズの偉人を紹介していきます。偉人紹介はシリーズ化しているため、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。#2で紹介するのは、ジャズ界の偉大な作曲家、バンドリーダーであるデューク・エリントンです。彼は50年以上にわたってジャズオーケストラを率い、1700曲ほどの楽曲を作曲したジャズ史上最も重要な人物の一人です。ビッグバンドジャズの創始者の一人として、また、アメリカ音楽の発展に貢献した偉大な音楽家として、今でも世界中で愛され続けています。常に革新を追求し、ジャズを芸術の域まで高めた音楽界の巨人です。生い立ち背景、デューク・エリントンは1899年4月29日、アメリカの首都ワシントン DC で生まれました。本名はエドワード・ケネディ・エリントン。デュークは日本語で言うと公爵。彼の紳士的な振る舞いから付けられたあだ名です。つまり、デューク・エリントンは日本語ではエリントン公爵と呼んでいることになりますね。父親は著名な白人医師の執事として働いていました。母親は父親以上にいい絵柄で定期的に教会に通い、ピアノをたしなむ人でした。中流階級の黒人家庭で育ったエリントンは7歳からピアノを習い始めます。しかし、ピアノよりもスポーツや絵画に興味があり、すぐにレッスンをやめてしまいました。キャリアの始まり、エリントンが本格的に音楽に目覚めたのは14歳の頃、バイト先のホテルでピアノロールに録音されたラグタイムピアノを聴いたことがきっかけでした。ピアノロールとは、自動ピアノに取り付けて使用する演奏情報が記憶された巻紙のことです。この赤枠の部分ですね。ピアノ熱に火がついたエリントンは、6年には初めての楽曲、ソーダファウンテンナグを作曲。地元のミュージシャンと切磋琢磨しながら、17歳からプロとして演奏活動を始めます。20歳になり地元ワシントンで、デューク・セレナーダーズというバンドを結成していたエリントン。やはり、ジャズの中心地に行きたいということで、24歳の時にニューヨークに進出します。#1で紹介したマイルス・デイビスも、ニューヨークに進出していましたね。エリントンよりも20年ほど後のことですが、最初はニューヨークで苦労したエリントンでしたが、新たに組んだワシントニアンズというバンドで徐々に知られるようになり、コットンクラブという高級クラブで演奏するようになります。このコットンクラブは現在東京駅の近くにもありますね。日本でジャズライブが聴きたい方はこちらがおすすめです。ただ、今と違って当時のコットンクラブは人種差別が当たり前の場所でした。デューク・エリントンをはじめ黒人の楽団が演奏するのを白人の客だけが見るという場所だったんです。当時のことを表現するため、黒人、白人という言葉を使用しておりますが、差別的意図はないため、ご了承ください。黒人のお客さんは、よほど著名な人でない限り、入り口で追い返されてしまいました。デューク・エリントンのキャリアの裏には、そういった時代背景も隠されています。エリントンが黒人にもかかわらず、当時活躍でき、公爵というあだ名が付けられるまでに洗練されたイメージが持たれていた彼には、優秀なマネージャーの存在がありました。ハービング・ミルズという人物です。ミルズは宣伝の天才で、エリントンを売り込むためにキャッチフレーズを考えたり、特集記事を各地の新聞社に配ったりしていました。当時のバンドの週給は$5000で、これはルイ・アームストロングの2倍だったそうです。報酬の取り分がエリントンの半分だったことや、出しゃばりだったことで、エリントン楽団の団員からはあまり好かれていなかったミルズですが、エリントンの才能のために尽くしたことは間違いありません。運命の出会い。ミルズ以上に運命的な出会いは、1938年、エリントンが39歳の時にありました。23歳の若きピアニスト、リリー・ストレイホーンです。このストレイホーンという人物は、その後28年間音楽的パートナーでいた、エリントンにとってめちゃくちゃ重要な存在なんです。エリントンの代表曲の多くは、実はこのストレイホーンとの共作、もしくはストレイホーン単独の作品だったりします。二人が初めて会った時のエピソードが素敵なのでご紹介します。1938年12月、ストレイホーンの友人がストレイホーンとスタンリー劇場で1週間の公演を行っていたエリントンを引き合わせます。ストレイホーンはピアノの前に座り、エリントン楽団の曲を最初はエリントン風に、次に独自のスタイルで演奏して自己紹介しました。さらに自作曲のナッシュライフとサムシングトーリル4を演奏し、歌います。挨拶はこれで十分でした。ストレイホーンの才能に完全に魅了されたエリントンはすぐに君を私の組織に迎え入れたいって言ったんよね。そして翌年から本格的にエリントンとストレイホーンの共作が始まります。しかしこの音楽的に完璧な協力関係の裏には光と影がありました。数多くのエリントン楽団の曲を作ったストレイホーンでしたが、レコードのラベルにはエリントンの名前しか載ってないことがしばしばありました。ストレイホーンはそんな状況を表向きは受け入れていたけど、内心では複雑な思いを抱えていたそうです。深い悲しみと挫折。1935年4月、エリントンの最愛の母、デイジーが亡くなります。デイジーは前年9月に癌と診断されており、
エリントンは彼女とできるだけ多くの時間を過ごせるようスケジュールを調整していました。母の死は息子を深いうつ状態に陥らせました。エリントンの息子、マーサーが後に語っています。彼の世界は母親を中心に築かれており、彼女の死後の日々は彼の人生で最も悲しく最も病的なものだった。彼はたらかに座り込んで何日も泣いていた。と。この悲しみから生まれた名曲が13分間の大作、レミニスシングインテンポでした。この曲についてエリントンは、未知の荒野のどこかでぶら下がり、冒険への欲求もなく、私の野心は流れ去っていた。母が亡くなった後、本当に何もなく、私の輝かしいパレードはおそらく終わりを迎えていたと語っています。それから時が経ち、1946年から1955年頃の約10年間は、彼にとって荒野の時代と呼ばれる厳しい期間でした。バンドメンバーの大量離脱もありました。長年エリントンの右腕として活躍していたジョニー・ホッチスやドラマーのソニー・グリアといった重要なメンバーが次々とバンドを去っていきます。実は、ホッチスは長年、お金の問題でエリントンに不満を抱いていたんです。自分が作ったメロディーをエリントンがヒット曲に仕立て上げて大金を稼いでいるのに、自分は定額のギャラしかもらえない。ステージでは、わざとピアノの方を向いて、お金を数える真似をして抗議していました。ビリー・ストレイフォーンとの出会いのセクションでも話しましたが、楽団と一緒に作曲するというスタイルが多かったエリントンは、こういった金銭面の問題にしばしば直面していたんですね。1951年、ジョニー・ホッチスらが去ったことは、エリントンにとって大きなショックでした。彼は後にこう語っています。ルームサービスが機能しなくなるのも、ジョニー・ホッチスがバンドを辞めるのも、同じくらい私を不安にさせる。どちらも私の人生を狂わせるんだ。しかし、エリントンは諦めませんでした。新しいメンバーを迎え入れて、バンドを再建していくんです。伝説の夜、バンド再建は簡単なことではありませんでした。音楽業界ではもうエリントンの時代は終わったって言われてたんですね。実際、レコードも売れないし、若い人たちはロックンロールに夢中。ジャズ界でも新しいスタイルの音楽家たちに注目が集まっていました。でも、エリントンは諦めませんでした。そして1956年、57歳の時に運命の夜がやってきます。それがニューポートジャズフェスティバルでの出来事でした。当日の朝、新曲のリハーサルがまだ全然できてない。メンバーの何人かは遅刻してくる。普通だったらパニックですよね。しかし、エリントンはこう言ったんです。リラックスして楽しい時間を過ごそう。ギミヌエンド&クレッシェンドインブルーをやろう。この曲でのサックス奏者、ポール・ゴンザルブスのソロがすごかった。普通なら1回か2回で終わるソロをなんと27回も繰り返したんです。観客は立ち上がって踊り出す。会場は大熱狂。この夜がエリントンの人生を変えました。後にエリントン自身がこう言ってます。私は1956年、ニューポートフェスティバルで生まれました。で、57歳で生まれ変わったって言える人なかなかいないですよね。最後の別れ、エリントンの人生で一番辛かったのが、1967年にビリー・ストレイホーンが亡くなったことです。ストレイホーンっていうのは、エリントンにとって16歳年下の音楽的な息子みたいな存在で、28年間ずっと一緒に曲を作ってきた相棒でした。その人が食道がんで亡くなってしまう。エリントンは普段悲しいことは無視するタイプの人でしたが、ストレイホーンの死だけは受け入れられませんでした。今はかつてないほど曲を書いているビリー・ストレイホーンは、あの大きなぽっかりと開いた空気を残していった。と記者に語ってるんよね。でもそこからがエリントンのすごいところで、悲しみに暮れるだけじゃなくて、ストレイホーンへの追悼アルバムを作ったり、さらに精力的に活動を続けていきます。お母さんが亡くなった時もそうでしたが、自分の感情すべてを音楽で消化していく人だったんですね。そして1972年、今度はエリントン自身が肺がんと診断されました。しかし彼は病気のことを秘密にして、最後まで演奏を続けました。最後の公演はなんと亡くなるわずか2ヶ月前です。1974年5月24日に亡くなるのですが、その直前まで病院のベッドで作曲していたそう。持ち運び用の電子ピアノを病室に持ち込んで、3人の苦労というバレエ音楽などを書いてたんだとか、本当に最後の最後まで音楽と共に生きた人でした。エリントンに関する本、エリントンの人生をもっと詳しく知りたいという方は、テリー・ティーチアウトさんが書かれたデューク・ア・ライフ・オブ・デューク・エリントンという本がおすすめです。英語の本ということで、私もスラスラ読めたわけではありませんが、翻訳機能に頼り、何とか読み進めることができました。エリントンを研究し尽くした本として、現時点でこちらに勝るものはないと思います。エリントンは女性関係において奔放な人だったようで、19歳で結婚した妻ドナさんをはじめ、歴代彼女など、プライベートのことも載っています。概要欄にリンクを貼っているため、気になった方は読んでみてください。音楽スタイルの特徴。エリントンの音楽スタイルには3つの大きな特徴があります。1つ目はアンサンブルジャズ。当時のジャズは個人のソロ演奏が中心でしたが、エリントンは楽団全体で作り上げるアンサンブルを重視しました。一人一人の個性を生かしながら、全体として統一感のあるサウンドを作り出す。これが他のバンドとの大きな違いでした。2つ目は独特な寄付法。エリントンはクラシックの作曲法を体系立てて学んでいませんでした。だからこそ、従来の理論にとらわれない自由な発想で音楽を作れたんです。ピアノで魅力的に響くコード進行を見つけては、それを楽団員に口伝えで教えていく。この独学のスタイルがエリントンらしい響きを生み出しました。3つ目はアレンジャー、編曲家としての非凡な才能。エリントンの作曲スタイルは独特で、
バンドメンバーからアイディアをもらって曲を作ることも多かったんです。リハーサルスタジオで楽団員と一緒に曲を仕上げていく共同作業もあれば、一人で家にこもって作曲することもある。そうやって集めた素材をエリントンが編曲家として見事にまとめ上げる。盗作と訴えられることもあったけど、エリントンの手にかからなければそもそもヒットソングにならなかった可能性が高いんですよね。非凡なアレンジ力こそが彼の真の才能だったんです。代表曲紹介。エリントンの代表曲を2つ紹介します。1つ目はムードインディゴ。これはエリントンが30歳の時に作った彼の音楽的特徴が最もよく現れた代表作です。エリントン自身がよく語っていた話では、お母さんの手料理を待っている間に15分で作ったってことになってるんやけど、実際はもっと複雑な作曲過程があったみたい。クラリネット奏者のバーニー・ビガードが僕が第2ストレイン、学説を書いたって主張していたり、彼の師匠のロレンゾ・キョジュニアの楽曲の一部が使われていたりと、エリントンらしい共作の要素が含まれている楽曲でもあるんです。この曲のすごいところは、独特な楽器編成です。ミュートトランペット、ミュートトロンボーン、低音域クラリネットによる3部合唱で始まる。なんとも言えない哀愁漂う音色で絶妙に使えた朝4時の質感で評されたりもするよね。2つ目は Take G A Train 1941年の作品です。この曲の作曲者はエリントンの盟友であるビリー・ストレイホーンです。出会ったばかりのストレイホーンに対してエリントンはアパートまでの沿線での生き方を教え待機して待つように指示を出しました。このハーレム域の地下鉄からヒントを得てこのスイング曲を書いたんです。Take G A Train は何の苦労もなく生まれた友達に手紙を書くようなものだったとストレイホーンは後に語っています。この曲はその後エリントン楽団のテーマソングとなりました。日本語では列車で行こうという曲名で知られています。馴染みがある曲のためどこかで聞いたことがあるかもしれません。2004年の映画スイングガールズへは楽器に触れたことのない女子高生たちが最初に覚える楽曲として使われました。さらに JR 九州には列車で行こうという名前の観光特急が走っていて、車内 BGM にこの曲が流れています。週末を中心に運行されている特別な列車です。軽快なスイングのリズムと覚えやすいメロディーで一度聴いたら忘れられない、そんな魅力的な楽曲です。どちらの曲も YouTube などで簡単に聴けるので、この動画を見た後にぜひチェックしてみてください。特に列車で行こうは動画があったため、ご覧いただくと当時の様子がよりわかると思います。概要欄にリンクを貼っておきます。後世への影響。エリントンが音楽界に残した影響は計り知れません。まず、ビッグバンドジャズの発展への貢献が挙げられます。エリントンは単なるバンドリーダーではなく、楽団員一人一人の個性を生かした独自のサウンドを作り上げました。手元にある素材だけを使う電子的な芸術家という彼の言葉通り、メンバーの特徴に合わせて曲を書くスタイルは、後のビッグバンドのあり方に大きな影響を与えたんです。そして何より大きいのが、数多くのスタンダードナンバーを生み出したことです。列車で行こう、ムードインディゴ、ソフィスティケイテッドレディ、ケアバン、サテンドールなど、今でも世界中のジャズミュージシャンが演奏し続けている名曲ばかり。これらの楽曲はジャズの枠を超えて愛され続けています。実際、ブライアン・デ・パルマ監督の映画、アンタッチャブルへは1930年代の時代設定を表現するためにムードインディゴが使われたりもしました。エリントンの音楽は彼が亡くなって50年経った今でも新しい世代のミュージシャンたちにインスピレーションを与え続けているんですね。聴いてみたい方へ、エリントンの音楽を聴いてみたい方におすすめのアルバムを4つ紹介します。まず初心者の方には、エリントン・アット・ニューポート1956がおすすめ。先ほど紹介したニューポートジャズフェスティバルでの伝説的なライブ録音です。ポール・ゴンザルベスの27回のソロも収録されていて、エリントンの復活力を音で体験できます。次に、マニー・ジャングル。これは1962年にエリントン、ベースのチャールズ・ミンガス、ドラムのマックス・ローチで録音したピアノトリオアルバム。普段のビッグバンドとは違うエリントンの別の一面が楽しめます。3つ目は、His Mother Called Him Ill。これは1967年に亡くなったビリー・ストレイホーへの追悼アルバム。2人の絆と音楽的パートナーシップの深さが伝わってくる感動的な作品です。最後に、ファーイスト・スイート。これは1960年代の作品で、エリントンが晩年に到達した音楽的境地を示す代表作の一つです。どのアルバムも名盤ばかりなので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。エリントンの音楽に触れることで、きっと新しい音楽の扉が開けると思います。以上、数多くのスタンダードナンバーを作曲したジャズ界の巨匠、デューク・エリントンの物語でした。この動画を通じてジャズを聴いてみようと少しでも思ってくだされば嬉しいです。もしこの人について詳しく知りたいなどリクエストがあればコメント欄にご記入ください。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。